どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。毎日暑いわ。急に気温上がったよね。半袖じゃないと無理だよ。でも、夜は冷えるんよな。難しいわ。この時期は体調も崩しやすいから、みんなも気をつけてね。そう言っとるリュウさんがむっちゃ体調壊したりするんよな。そんなわけで、今日のレビューはこちら、スタンドバイミードラえもんだよ。上映当時はドラ泣きってキャッチコピーが色々と言われて撮ったやつやな。この作品は、日本人なら、みんなご存知のドラえもんをフル CG アニメとして制作している作品なんだ。なんやろ、キャラデザの時点で、かなり違和感感じますね。ドラえもんはともかく、人間のキャラクターは全体的に幼くなってる感じがあるね。原作やアニメ準拠じゃなく、独特なキャラデザになってることは否めない。この、独特なフィギュアみたいな見た目が、どうにも受け付けへんわ。ドラえもんが CG で描かれても、ドラえもんそのままである一方で、人間のキャラクターのキャラデザは、アニメや原作とは違うから、そこの違和感はかなりあるね。ただ見てみるとドラえもんらしい、コミカルな表情の描写だったり、ぬるぬるとした動き自体は悪くないんだ。特に背景美術に関しては素晴らしい。のび太の部屋の畳の目までわかるような細かい描写、差し込む光の描写は雰囲気を生み出してる。おう、キャラデザの違和感こそあれ、CG のクオリティ自体は悪くないんやな。特に序盤の山場でもあるタケコプターで空を飛ぶシーン。このシーンに関してはのび太のドジっぷりを感じられると同時に激しい空中アクションになってて CG だからこその浮遊感を感じられるんだ。やん、ドラえもんといえばタケコプターやし、そんなタケコプターの浮遊感を感じられるってのはこだわりも感じそうやな。この作品でやりたいことはわかるんだ。簡単に言えば90分でわかるドラえもんなんだ。 YouTube とかでよく見るやつやな。90分はちょっと長いんやけど、ドラえもんという作品をそもそも知らない、なんだこの青たぬきはって人でもドラえもんそのものの始まりから描かれてるから大丈夫な作品なんだ。そんな人3歳以下のキッズ以外におるんか。ただこの作品、そういうドラえもん初見、ドラえもんにわかな人が見ればあまり違和感を感じない作品にはなってるんだけど、逆にドラえもんという作品を知ってれば知ってるほどこんなのドラえもんじゃないと言いたくなってしまうんだ。どういうことやねん。この作品の監督はドラゴンクエストユアストーリーでも有名な山崎隆さん。悪名は聞いとるで。ドラゴンクエストユアストーリーもそうだったけど、山崎隆さんは基本的に原作の上積みを救うだけで、そこにオリジナルの要素を付け足しまくってなんだこれみたいな作品になることも多いんだ。嫌な予感しかせえへん。個人的にはこの作品を見終わった後に感じたことは、ドラゴンクエストユアストーリーもそうだったけど、山崎隆監督はドラえもんエアープなんだと思う。ドラえもんエアープって言葉の組み合わせはすごいですね。序盤は悪くないんだ。物語は未来からのび太の子孫がやってきて、のび太の悲惨な未来を変えるためにドラえもんを残して、のび太の未来を幸せなものにしようとするんだ。在庫との結婚回避やな。この導入自体、日本人の8割は知ってるやろ。でも誰しも知ってるけど、改めて見るドラえもんの導入は起承転結を意識したストーリー構成における大事な木の部分なんだ。ドジで間抜けでおっちょこちょいなのび太が未来の道具で何でもできるドラえもんと出会ったことで変わっていく。ドラえもんの未来の道具のおかげで毎日が変わってくるんだ。遅刻をしないようにどこでもドアを使い、テスト勉強には暗記パンを使い、野球の時にはがっちりグローブを使う懐かしくておなじみの道具がどんどん出てくる。序盤は悪くない。おお、なんやろ、ドラえもん自体は子供の頃から見まくっとるけど、逆にどこでもドアの初登場回とかは見たことがないかもしれへんな。序盤はダイジェストチックな展開ではあるんだけど、みんなが知ってる道具がどんどん出てきて、そんな道具による日常がコミカルに描写されることでクスクスと笑えるシーンになってるんだ。導入自体はええんやな。だけどいろいろな未来の道具を使ってものび太の意中の人であるしずかちゃんを振り向かせることができない。時には洗脳するようなとんでもなく卑怯な道具も使うけど、結局は出来すぎくんにかなわないんだ。 CG のしずかちゃんめっちゃ美少女やな。未来の道具に頼っても結局は自分自身が変わらないとダメだとのび太は自覚するんだ。おお、のび太ええやん。それが大事なんやで。ドラえもんっていう作品でそこが核の部分でもあるんや。でも未来の道具に頼らずにテスト勉強を頑張るんだけど、結局はその努力が実らない。こんな自分ではダメだ。こんな自分と結婚してもしずかちゃんは不幸になってしまう。彼はそう思ってしまうんだ。のび太、お前ええやつやな。だからこそ彼はしずかちゃんに嫌われる努力をするんだ。変わろうとする努力、他人を思いやれることもできる。のび太というキャラクターの魅力をきちんと序盤から中盤で描くことで、そんな彼の気持ちや見方の変化が未来の変化につながるんだ。ドラえもんとの出会い、道具を使うことはきっかけでしかないんやな。基本的にストーリーはものすごくわかりやすく描かれてて、序盤から中盤までのストーリーは素直に面白いと言える部分なんだ。ドラえもんの存在と未来の道具の面白さ、のび太の自分自身が自覚と成長、そこから未来が変わるって流れがわかりやすく描かれてる。ええやん。ただこの中盤から終盤が大問題なんだよ。
この作品は原作のストーリーを継ぎはぎにパッチワークにしてて90分にまとめてるんだ。原作で言えば、未来の国からはるばると雪山のロマン、結婚前夜、帰ってきたドラえもんっていう流れになってる。はいはい、有名なエピソードばっかりやし、パッチワークといえど、その流れやと、逆に何も問題ないんやない？そこに山崎隆監督のテイストをぶち込んでしまったことで台無しにする。余計な香辛料ドバドバかけちゃっとる感じやな。結局、山崎隆監督自体がいろいろな作品に対してエアープ、にわかなんだよ。ドラえもんだけじゃなく、クレヨンしんちゃんも、ルパンも、ドラクエも、その作品の上積みだけを救いって、あとは、感動する要素を足して、オリジナルの要素を足して仕上げるみたいなことをしてるんだよ。だから原作ファンからしてみれば、にわかみたいな解釈になるんやな。中途半端に有名なセリフやシーンを描写するから不満が出るんだ。そこに至るまでの流れ、セリフの重要さをきちんと理解してないせいで、余計な改変をする。この作品もなんか改変してるん？まずドラ泣きなんてキャッチコピーの時点で鳥肌立つよね。まあ、公式サイドから泣けるでって言われると拒否感は生まれるわな。中盤から描かれる雪山のロマンスは原作では静香ちゃんがのび太との結婚を決める重要なエピソードの一つなんだ。原作では未来ののび太の代わりに雪山で遭難した静香ちゃんを子供ののび太がタイム風呂敷で大人の姿になって助けるんだ。だけど子供ののび太はドジばかりで結局助けに行ったはずののび太が静香ちゃんに助けられっぱなしで下山する。そんな情けないとも言えるのび太を見て静香ちゃんはそばについててあげないと危なくて見ていられないからと結婚を決めるんだ。母性本能をくすぐられたんやな。そんな原作のエピソードに対して余計な改変をするのがこの作品。感動、ラブロマンス要素を強調させるために静香ちゃんに風邪をひかせる。原作では引いてへん風邪をひかせるわけですか？のび太は雪でずぶ濡れになって本来静香ちゃんが羽織るはずだったものをのび太が着て静香ちゃんの風邪が悪化して命の危険にさらされる。原作では別に命の危険にさらされてないんだよ。静香ちゃんを原作以上に追い込んどるのか。のび太と来ても来なくても別に静香ちゃんは助かる。原作はギャグ漫画でもあるからこそのび太の情けなさやドジっぷりがギャグになってるんだけど、改変したせいで風邪気味の静香ちゃんがのび太の行動のせいで悪化して命の危険にさらされるっていう笑えないことになってる。そんな状態になってしまった原因でもあるのび太に好感ってモテる。モテへん。結局感動要素ロマンス要素を出したいがための改変でしかない。しかも助かる手段をとんでもないんだよ。子供時代の自分が今のこの時間と場所を記憶しておけば未来の自分が助けに来てくれるはずというタイムパラドックス大発生な手段を使うんだ。どういうことやねん。ドラえもんっていう作品はそもそもタイムパラドックス、未来改変に過去改変に伴う矛盾のある作品でもあるんだけど、のび太は本来はジャイ子と結婚するはずやったのに静香ちゃんと結婚することになったら子孫のせわしくんは生まれるのかとか記憶とかどうなるんみたいな話やな。そういう問題は原作からあるけど、この作品は改変した部分をうまくまとめるためにかなり強引な手段を取ってるんだよ。ドラ泣きという要素を強めるための改変がのび太という主人公を嫌いになるようなストーリーにしてしまってる。余計な改変せずに原作エピソードつなげたらええのに。私が一番イラッと北の葉結婚前夜の部分なんだ。めっちゃ泣ける話よな。この部分が一番、この監督はドラえもんって作品分かってないなって思うんだよ。大人になった彼らが飲み会をしてるシーンなんだ。名シーンよな。大人になった小学生からの友達が対等な立場で飲み会で会話しとるっていう。そんな名シーンすら台無しにする。何せいきなり出来すぎくんが静香ちゃんに告白して断られたココを告白する。なんやそれ。ちなみにジャイアンも告白したけど断られたみたいなんだ。いや、会話が生々しすぎるわ。逆にスネ夫は告白してないん？結婚前夜の独身最後の飲み会、そんなめでたくもどこか寂しさも感じるようなシーンで、実はお前の奥さんを狙ってましたって会話が飛び出るんだ。クソみたいな友達やん。ちなみに結婚前夜はテレビアニメでも何度かアニメ化してるんだけど、原作には出てこないセリフやシーンもその都度あるんだ。水田わさび版での結婚前夜では出来すぎくんがこんなことをのび太に言うんだ。昔から静香ちゃんのことでのび君に勝てる人はいない。出来すぎくんあかん。ちょっとお姉さん泣いちゃいそう。出来すぎくんには勝てないと思ってたのび太だけど、そんな出来すぎくんがのび太を認めてくれていたことがわかるジーンとくるセリフなんだ。一方でこの作品のオリジナルセリフはクソみたいでしょ。リュウさん言葉が荒くなっとるで。セリフだけじゃないんだ。昔と同じようにジャイアンがのび太の耳を引っ張ったりグリグリしたり暴力をするシーンがあるんだ。このシーンは彼らは大人での立場で認め合ってて暴力なんで振るわないし、冗談も悪口も普通に言い合える友達になってるっていうのがこのシーンのいいところなんだけど、この作品は出来すぎくんにできれば僕が幸せにしたかったなんてセリフも吐かせて、大人のジャイアンに子供の頃のように暴力も振るわせてる。分かってへん。このシーンの良さを何も分かってへん。
ちなみに、このシーンではジャイ子も出てくるんだ。本来のび太と結婚する予定だったジャイ子に、のび太としずかちゃんの結婚を祝わせるって、なんか、すごく残酷に見えない？えぐいな。そして極めつけ、名シーンと名高いこのシーンのセリフだよ。おお、あれやな、のび太くんを選んだ君の判断は正しかったと思うよ。あの青年は、人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことができる人だ。それが、人間にとって一番大事なことなんだからね。彼なら間違いなく君を幸せにしてくれると僕は信じているよ。ってやつやろ。そんないじる必要もない。完成されたセリフに、この作品はわざわざ余計な一言を足しやがるんだ。余計なことしかしてへん。のび太くんを選んだ君の判断は正しかったと思うよ。というセリフの後に、あの青年は、決して目立った取り柄があるわけじゃない。というセリフを足してる。どういうこと？このセリフを追加してしまったことで、のび太は特技や才能みたいな、わかりやすい取り柄はないけど、いい人だよ、みたいなセリフになっちゃってるんだよ。このシーンでは、別にしずかちゃんはのび太って、わかりやすい才能とか取り柄ないけど、大丈夫かしらって思ってるわけじゃなくて、結婚に対する漠然とした不安、のび太と結婚してやっていけるかなっていう不安があるだけなんだ。それに対して、お父さんが人を思いやる気持ちがある、素晴らしい青年だよ、大丈夫だよって、安心させるのがいいのにさ、余計な一言を入れたせいで、関係ない才能とか取り柄の話になってるんだよ。たった一言でえらい違いやな。原作のセリフやシーンがなんで感動できるのか、なんで多くの人の心を響かせるものになってるのかが分かっていない。分かってないからこそ上積みだけ救うだけなら、ともかく余計な一言や改変を入れて台無しにしてるんだ。最悪やんけ。最大の改変が成し遂げプログラムという設定なんだ。初耳な言葉やな。最初、ドラえもんはのび太の世話をするのを嫌がったんだ。そんなドラえもんに対してせわしくんがドラえもんにプログラムを施すんだ。このプログラムは、のび太が幸せな未来を掴むまで未来に帰れないというプログラムなんだ。ちなみに、逆らうと黒焦げになるほど電流が流れる。いや、なんやその奴隷みたいなシステム。原作のドラえもんの最終回と言えるものは何回かあるんだ。エピソードによって帰る理由が濁されてたりもするせいで、明確になってないからこそ、この成し遂げプログラムという設定を足すことで無理やりドラえもんが帰る理由を作ってるんだ。どういうこと？成し遂げプログラムは、のび太が幸せな未来をつかみ、未来が変わってから48時間以内にドラえもんは未来に帰らないといけない。その上、二度と過去に来ることもできない。すごい鬼畜すぎるプログラムやな。なんか過去に来ちゃいけない理由あるんですか？ないよ。そういうプログラムを施されたからってだけなんだ。改変してオリジナル設定付け足してしたせいで強引さも生まれてるんだ。ちなみに、原作のいくつかある最終回の一つでは、未来で時間旅行規制法が制定されて過去に来ることができなくなったってのもあるんだ。そっちの方がめっちゃ納得できるんやけど。仕方ないよ、監督。ドラえもんのヤープだから、嘘エイト王が出てくる。このエピソードは知ってても、時間旅行規制法が出てくるエピソード走らないんだろうね。アニメと原作200回見直してほしい。しかも、このエピソードの中でも、セリフを改変しやがるんだ。ほんま余計なことしかしとらん。政治家なら、貼り付けにされとるレベルや。未来へ帰らないといけないドラえもんは、のび太に問うんだ。僕がいなくてもちゃんと、やっていける？ジャイアンやスネ夫に、意地悪されても、一人で立ち向かえる？と。泣いちゃうわ。原作では、のび太はこう返すんだ。バカにすんな。一人でちゃんとやれるよ。約束する？のび太成長したんやな。このシーンは、のび太の独り立ちでもあるんだ。のび太なりにドラえもんが帰る事実を受け止めて、彼なりに心配させないと思ったからこそ出るセリフなんだ。でも、今作ののび太は、そんなことは言わない。ドラえもんの問いに答えず、家を抜け出して、こんなことを囁く、ドラえもんのバカ、一人でなんかできるわけないじゃないか。いや、ここまでののび太の成長台無しやん。バカみたいでしょ。なんだこの作品って思っちゃうんだよ。変に改変してるせいで、セリフの意味や、そこに至るまでの過程すらも台無しにしてしまってるんだ。なんや、この作品。最初にも言った通り、ドラえもんという作品をあまり知らない。むしろ、初めて見るっていう人は、90分で見るドラえもんとしては、起承転結のあるストーリーとなってるし、よくまとまってるとも言えるんだ。キャラデザの問題こそあれど、フル CG のクオリティ自体は悪くない。でも、ドラえもんという作品を知ってれば知ってるほど、この作品は、原作の良さを台無しにしてる部分があまりにも多いんだ。ほんまに、ドラえもん初見ですって、人にはええんやろうけどな。改変という意味では、一番グッときたのは、未来ののび太のシーンなんだ。大人になったのび太が過去から来たドラえもんと再会しようと思えばできるようなシーンがあるんだ。でも、彼は、あえてドラえもんとは再会しない。なんで？ドラえもんは、君の子供の頃の友達だからね。ドラえもんとの時間を大切にしろよ。大人になったのび太はドラえもんから独り立ちしたんだ。そんな独り立ちと、子供の頃ののび太とは違い、成長したことを示すシーンでもあるんだ。ええやん。まあ、このシーンも続編で台無しにするんだけどね。ではまた次回。じゃん。